はい、宇でございます。見てくださいよ。この2つこれね MS20M モジュールの M 鍵盤がついてない MS20M とこの SQ1 のセットなんですけど、これねなんとこの MS20M これキットです。バラバラになってつまみを全部取れて、もうなんか何もない状態で基板があって、それ自分で組み立てるという、キットですね。と SQ1 の、セットでございます。SQ1 これねステップシーケンサーこれね最高に楽しいね。もうバリバリに楽しいです。それとこの MS20M モジュールになった MS20ね、これかっこいいね。めちゃくちゃこのサイドウッドリアルウッドですから。でね、この黄色いコードが物語ってますように、当然のごとくこの SQ1 というのは CV のアウトが2系統あります。CV のアウトが2系統ありまして、でこれね、CV の A と B というのがあるんですけど、まあ、両方どっちも使っていいんですけど、これを今、CV ゲートでこのジャンクション、まあここにミニプラグでやって、ここからですね、まあこう変換して、で、VCO のね CV のインとで、ゲートの方はここで、ゲートのトリガーのインのところに挿して、完全なるもう完全アナログ状態で今制御しております。こんな感じでバッチリですね。でMS20M 見てみましょうか。この MS20M というのは、まあ、鍵盤がない状態になってますけど、これね実は MS20 からこの MS20M、まあ、キットですけど、まあ、組み上がった状態ということで見ていただいて、ね、このモジュールになったことによってねいろんな機能が実は付加されてます。ここをちょっと紹介しましょう。ちょっとこれ抜いてね、この状態でここ見てください。カメラさん、トリガースイッチ、ここにトリガースイッチがあるんで、鍵盤をつないでなくても音が出てますね。今これディレイつながってたんで、これちょっと切りましょう。音作りをこう確かめますね。トリガーこういうことができますね。でさらにね、このフィルターのところにレブ1とレブ2のフィルターのタイプの切り替えがあります。こんな感じと、
違いますね。この MS20 の Rev1 と Rev2 のこのフィルター2つのタイプをセレクトできるというね、よくできてます。さらにオシレーター見てみましょう。オシレーターのところにはですね、オシレーターの1と2がありますね。ボルテージコントロールオシレーター1の2で、ここにねシンク VCO の1を2にシンクっていう、ちょっとチューニングずらしてみますね。この状態でもシンクをオンにすると強制的に1が2にシンクされます。これもね欲しかった機能だよね。でさらにここにフレケンシーモジュレーション、ね、VCO の1を2にフレケンシーモジュレーションオンにする機能もついてます。これもねバッチリですね、フレケンシーモジュレーション FM ができてしまうという、いややるじゃないですか、なかなかねバッチリなんですね。当然ここでパッチングができるんで、例えばホワイトノイズを加えたければエクスターナルね、シグナルインにホワイトノイズが入れてやるとホワイトノイズがかかりますね。というようにありとあらゆるパッチングがここでできるということが分かりますよね。そして MS20 とのマッチングでこの CV ゲート、これを使うことでいろいろできるわけですよ。これはもう最高に楽しいよね。これも最高です。さて SQ1 の方も見てみましょうかね。SQ1 はねこれどういう仕組みになっているかというと、基本的にこの2列になっていて、16ステップ最大までいきますね。でいろんな、動き方、例えばこれだったらこういうふうに動く、わかりますとか、こういうふうに、上して下行く機会で、2系統をで行ったり来たり片方向、CV と1系統で CV とデューティー、デューティーっていうのは何かというとね、ここにあるんだけども、このつまみこれね、ゲートが短くなったり長くなったり、音の長さをね短くしたり長くしたりということをここでやります。で、スライドもあったりとかで、ランダムに動いたりとかね、これも面白いね。これ電気がついてるとこになりますね、こうやってね。これよくできてますよ。でね、ここのシーケンサーモードのところで、いろんなゲートオンオフ、アクティブステップ。アクティブステップっていうのはこの電気がついてるところだけが鳴るみたいな。これスライドですね。これね、スライド全部入っちゃったね。ということがやったりとかね。もちろん音程はここで決めることができるんだけど、ここでねよくできてるのがこれね、ちょっと見ていてね、このねファンクションを押すとこの薄い方に行くんだけども、このゲートレンジというところでゲートのこのつまみの動かすレンジが変わります。例えばで範囲が変わりますよね。でさらにこのリニアマイナーメジャークロマティック、これがねよくできてる。今クロマティックになってますよね、これね。そうするとこの音が例えばこのつまみを動かすとクロマティックなんだけども、例えばこれをねマイナーにすると
マイナーでマイナースケール上で音程が変わるというね。同様にメジャー、リニアと。こういうことができるのがね、憎いね。素晴らしいですね。ちょっと変えてみて。もちろんこの音程はこちらと相関関係にあるわけで、こうなるわけで、これはね、これは超楽しいですね。もちろんのごとく SQ1 っていうのはこうに USB がついてるんで USB つないで、コンピューター上のソフト申請とかも制御できるしね。でもちろんこの MS20M 今これ CV ゲートでつないでたけども、これちょっと外してみようか。外してみてですね、当然のごとく実はですね、こいつにはしっかりとMIDI もついてるんです。MIDI ここに MIDI アウト、このアダプターで、この MIDI アウトで今この赤い MIDI コードが MS20 の MIDI インに刺さってます。そうすると MIDI で完全に同じことができますね。バッチリです。すなわち MIDI で、他の MIDI のねついてる、シンセサイザーとかも完全制御ができる。 CV ゲートも完全 CV ゲートは全てのオクターブヘルツ、オクターブボルテージを全部の CV ゲート規格に全部対応してます。すごい。この特にねこの MS20M キットとこの SQ1 のこのセットっていうのがもうご機嫌にいいじゃないですか。いかがでしょうか。いきましょう。